車のカスタムでよく聞く ECU 書き換え、別の車になるほど速くなるとか、サーキットで無双できる、高速の合流がめっちゃ楽になるとか、 SNS でいいことしか言われてなくて、そんなデータを書き換えただけで速くなるとか正直ちょっと持ってるでしょとずっと思ってたので、今回は大阪から九州まで行ってスイスポで有名な SWK で10万円払って ECU を書き換えてきましたので、この動画では10万円の価値があるのか、街乗り高速サーキットで何がどれくらい変わるのか徹底的にレビューします。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。ご一報からお越しいただきまして。はい。で今日ちょっとせっかくね九州来たもんですから、ECU の書き換えをお願いしようかなと思いまして。ありがとうございます。で ECU ってなんか4種類ぐらいあるって聞いたんですけれども。そうですね。ちょっとそれぞれの説明を簡単にお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。この4種類と申し上げましても、この、ノーマルタービンの車両に対しての4種類でございまして、ステップアップしていただきますとハイフロータービンのデータも、ローブースト、ミドルブースト、ハイブーストみたいな、そういったパターンもご用意してますので、Swift スポーツのデータでいくと実はもっと種類があるんですけれども、大きくノーマルタービン用のスペックで申し上げますと、まずスペック1、そしてスペック2、さらにスペック2を派生させたスペック2プロ、さらにそこからもうワンステップ上げたスペック2マスターという4種類主にデータがございます。スペック1はどんな感じになるんですか？そうですね、スペックは一番最初に作ったデータでございまして、ライトチューニングの先駆けとして、多くの方に導入いただいたデータだったんですけれども、イメージとしては中高回転寄りですね。中高回転寄り、ですからやっぱりターボ車ならではのアクセル力を踏み込んでいったことに対して加速感がぐーっとついてくるような中高回転の伸びというところを特徴としたデータになります。もちろんトルクやパワーもノーマルに比べると全体的には上がるんですけれども、メインとしては中高回転、3000回転4000回転ぐらいからノーマルとの開きがぐーっと立ち上がって上が伸びていくような、そのようなデータになっています。スペック2はどんな感じでしょうか？スペック2はですね、今度、このスペック1で作った中高回転の伸び、ここはそのまま残しつつ、少し低回転域を持ち上げてあげてですね、ですからノーマルのデータをそのまんま引き上げたような、じゃあバージョンアップみたいな感じですね。そうですね、下から上まで、引き上げたような、スペック1から派生させてスペック2というデータは作っております。トルクに関しても同じですけれども、ノーマルより全体的に引き上げたようなデータグラフになります。でその次のスペック2プロでしたっけ？スペック2プロですね。スペック2プロが今度スペック1とスペック2と違いまして、下級圧の立ち上がり、これでちょっと速めたりとか、低回転域のトルクですね、ここを高めてあげることによって、街中の運転に対しても非常にトルクフルに、やはり私たちスズキのディーラーですから、サーキットに行かれるお客様とか、なかなかそういうモータースポーツ的な乗り方をされる方っていうのは少ないんですけれども、そういうお客様であればあるほど街中で扱いやすい、また乗りやすいですね、街中で体感できるデータ、やっぱりスペック1はちょっと上回さないとっていうのがあったんですけれども、スペック2プロになりますと低回転域からしっかり立ち上がってくれますので、言い方をあまり限らず言えばですね、誰でも体感ができる、下から上までしっかり、トップの馬力もスペック1、2に比べると出てるんですけれども、トップの馬力はそんなに差は開かず、低回転域の出力が増えてるようなイメージですね。スペック2の上位互換みたいな感じですね。のもうプロってことですね。のプロってことですね。で最後のやつが何でしたっけ？スペック2マスターというデータですね。こちらスペック1、2、2プロに関しては、最大ブースト圧が約 1.3 キロほどの設定になるんですけれども、ここスペック2マスターになると 1.5までブーストをかけていきます。ハイブースト化させることによってですね、パワー的にもそうですし、よりパンチのある加速ですね。ですから例えばスペック2プロにお乗りいただいている中でスペック2プロで満足いただいている方は多いんですけれども、そこからより鋭い加速であったり、トルクフルな走り、ここを実現させたい方や、あとはサーキットに持ち込まれるお客様ですね、こういったお客様にお勧めをしておりまして、ただスペック2マスターの場合に関しては、スポーツマフラーが入っていること、これ弊社のマフラーでなくても結構なんですけれども、あとは高性能なレーシングオイル、これを必ず使っていただくっていう、ちょっとこの2つの条件が伴いますので、フルノーマルの車両に関して言えば1、2、2プロ、この3つのデータはご利用いただけるんですけれども、マスターを導入される場合に関しましてはマフラーと高性能エンジンオイル、こちらの交換が必須ということになりますので、ちょっと若干ハードルが高くなりますね。マスターに関してはもう結構カスタム限定なんで結構やらないとダメっていうことですね。そうですね。わかりました。ありがとうございます。そしたら今から書き換えの方よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
これから ECU 書き換えてもらうんですけど、 SWK さんでは試乗車が用意されてて、スペック1やスペック2の試乗もできるようになってます。実際僕もこの作業前にこちらの車を運転して ECU の乗り比べをさせてもらって悩んだ結果選んだのがスペック2です。九州に行く前はスペック1でお願いしてたんですが、試乗したらスペック2以上しか選択肢ないぐらい明らかに違いが体感できたのでスペック2になりました。スペック2以上になるとさらに速くなるそうですが、その分車体もカスタムしないといけないし、僕が普段そんなに飛ばす人でないので、まずは安定のスペック2かなと思いスペック2になりました。ちなみにバージョンアップも追加料金を払えば後からでもできるようになってます。 ECU 書き換え作業自体はだいたい30分ぐらいで、 SWK さんは鈴木のディーラーなので綺麗な待合室でコーヒー飲んだり SWK のパーツとか見てればすぐ作業終わるので、概要欄に SWK さんの Google マップ情報とかいろいろ入れとくので、気になったら実際に行ってみてください。じゃあ書き換えありがとうございました。ありがとうございました。はい、で今日入れてもらったのがスペック2でしたよね。はい。ちょっと簡単になるんですけど、スペック2のおさらいをちょっともう一度お願いしてもよろしいでしょうか。はい、実際に、スペック1とスペック2乗り比べていただいた、その結果がもう体にそうですね、はい、もう明らかに1に乗ったら絶対2になりますね。残ってらっしゃると思うんですけど、はい、1の中回転高回転域の、トルクパワーをそのままに下のトルク域を増してるっていうところがこの2になりますので、明らかにやはりおっしゃってた通り街乗りでも乗りやすくなっている。そうなんですよね、ここ一番体感していただいたんじゃないかなと思います。ちょっと今月末サーキット行くんでめちゃくちゃ楽しみにしております。またこの帰りの道中もそうですね、楽しんで帰っていただければと思います。わかりました。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ってことで書き換えが終わったので、まずは街乗りと高速レビューですが、1速で高回転まで引っ張らないので、1速に関しては分かりませんが、2から6速の反応が純正と段違いですね。まず踏んだ瞬間に加速します。スイスポ純正であれば若干のラグあって、アクセル踏んでから 0.5 秒ぐらいしてから加速してたと思うんですが、書き換え後は踏んだらすぐに加速、リニアな加速というのか知らんけど、踏んだ量に対してその分加速するのでかなり乗りやすくなりました。また高回転域での加速が良くなって、純正の6速で高速巡航中にアクセル踏んでもそんなにグッと加速しないですよね。これが ECU 書き換えるだけで6速でアクセル踏み込んだらギアを一段落として加速してるような感じでグッと加速するので、高速道路での合流や車線変更がめっちゃ快適になりました。例えるならギアが一段追加された感じ。普段の街乗りもレスポンスが良くなってアクセルと連動して同時に車の動きも変わるので、シンプルにめっちゃ乗りやすくなりましたね。高回転になるにつれて加速感鈍くなると思いますが、その鈍くなる感じがなくて、踏めば踏むほど加速していく感じ。これ試乗したスペック1だと2000回転以上になった時に初めて加速感が上がったとか体感できたんですが、逆に2000回転以下は純正とほぼ同じであまり違いが分からなかったです。それがスペック2になるだけで明らかに低回転からも乗りやすくなったので、サーキット走らない人でも ECU 書き換えると街乗りも高速も乗りやすくなったので、 ECU 書き換えって意味あるのかなとずっと疑問に思ってたんですが、正直納車されたらすぐにでも ECU 書き換えてもいいレベルで、スイスポ納車されてからやってよかったカスタムトップ5に入ったぐらいやってよかったです。また追加のメリットとして1型のセーフティー機能付きだと ACC の最高速度を105キロから115キロに上限をアップ、スピードリミッターの解除もできるので、サーキット走ることがある人は ECU 書き換えは必須かなと思いました。それでは一旦行動レビューは終わりにして、サーキットに実際に行ってどれくらい変わるか試してみたいと思います。こちらがテストにやってきた三重県の鈴鹿にあるモーターランド鈴鹿。実は2年前に人生初のサーキット走行でこちらで走ったことがありまして、当時は新品の芝タイヤ、車庫帳とかも経年劣化してなく、かなり調子いい状態で走ってタイムが 59.933 でした。そっから約2年経ちまして、その間サーキット行ったこともどっかで練習したとかも全くない状態。最近ではむしろスイスポの運転よりも動画編集の時間の方が圧倒的に増えてきて、ここ最近ずっと動画編集してて、いつ運転するのって感じになってるので、2年前に走った時と比べてタイヤも劣化したりとコンディション的には明らかに不利で、有利なところは ECU 書き換えぐらいなんですが、その状態で走った結果がまさかの 55.061 と約5秒ぐらいタイム縮まったので、
ECU 書き換えたら誰でも速くなるのは持ってなかったですね。このベストタイムが出た時、このきついカーブって本来であれば2速に落として曲がるのがいいと後から聞いたんですが、その時は3速で曲がっててこのタイムが出たので、やっぱり下のトルクが上がって3速でも2速みたいな加速するようになったおかげで、特に何も練習していない、むしろコンディション前回より悪くなってる僕でも余裕で速くなったので、サーキットで攻める方は ECU 書き換えやった方がいいですね。僕みたいに年に 1,2 回サーキット走るような方でも普段の街乗りが明らかに快適になったので、値段は約10万円と高いですが、スイスポに長いこと乗る予定なら納車されてすぐにでも書き換えるとその後のカーライフが快適になるので、僕は早いタイミングで書き換えをお勧めします。 SWK さんは九州の久留米にあって、そこまで行くのは遠すぎるって方、 SWK さんは定期的に出張イベントも開催されていて、大阪とか名古屋とか全国で ECU 書き換えもやってくれるので、概要欄に SWK さんのホームページ貼っておくので、そこから出張イベントのスケジュールとか確認してもらって ECU 書き換えてもらってください。値段は結構しますが HKS の車庫長と同じレベルでやってよかったカスタムなので、ぜひ試してもらえたらなと思います。この動画が参考になったと思っていただけたら何でもいいので、コメントといいね押していただけるとやる気が上がるのでよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。